島市立大学の南波と申します。我々のグループでは、自然言語処理技術を使ってツイッターから避難時の行動経路に関する情報を自動的に抽出するというシステムを作りましたので、その報告をさせていただきます。ツイッターからその被災時の行動経路を自動抽出するということは、被災者へどこに避難したらいいか、それから輸送物資を配送するときにどこにどうやって持っていけばいいのかという情報を提供する上で役に立つようだと思います。で、例えばこのツイートの例なんですけども、このツイートからですと山田岡から草野中学まで、バスなどの車で移動できるという情報が得られます。で、我々はですね、こういうツイートをシステムの入力として、でこれに対してですね、移動元には from、移動先には to、で移動手段についてはメソッドというタグを、言語処理の技術を使ってこういうタグを自動的に付与するというシステムを作りました。で、実際に今回のツイッター社からご提供いただいた1億7000件のツイートデータに対して、このタグ付けを行い、それを検索できるシステムを作りました。で、このシステムは何か地名を入れると、その地名を起点に、どこに、どういう手段で移動できるかというのを検索することができます。で、この例は女川を入力した時の例で、これ女川からどっかに行くのが9件で、あとその逆方向でどっかから女川に行くというのがちょっと出てませんけども、83件ぐらい、検索できています。で、これツイートが全部時系列に並んでいまして、で、赤色、青色、緑色がそれぞれ移動元、移動先、移動したという感じで表示されています。で、見ていただくと分かるように、ほとんどの震災後は全部どこでしか移動ができないという状況になっています。で、実際にツイートの本文を見ていくと、結構重要な情報がいろいろ出ていまして、例えば女川から、ヘビタに、避難された方は、ヘビタ近辺だと携帯電話につながるようになっているという情報が、提供されていたり、あと女川から仙台に、避難した人の場合ですと、その、避難の時の、詳細な情報を、ミクシーで公開されていて、それに関するリンクが貼られているということが分かります。それからこのシステムは東北ばかりじゃなくて首都圏でも利用することができまして、で例えば渋谷で検索しますと、渋谷からどこかに行くっていうので1463で、そのどこかから渋谷に行っても同じぐらい件数が出てるんですけども、これを時系列に並べてまして、で最初の3件ぐらいがこれまだ被災前の段階のものなんですけども、4件目からちょうど震災が起きた後のツイートになっています。で、見てもらうと分かるように、やはり交通が麻痺してまして、ほとんど徒歩で移動しないといけないという状況になっています。で、実際これ、あとずっと下の方を見ていきますと、10時半ぐらいに田園都市線とあと半蔵門線が復旧しまして、で、その後移動できるようになるということが分かります。で、あと路線別の情報をまとめて表示するということもできるようにしています。でこれは例えば田園都市線というような路線名を入れると、フロムとトゥが両方田園都市線の駅になっているのか、あとはツイートの中に田園都市線という言葉が入っているものを下に表示できるようになっています。でこれは田園都市線だけでなくても、路線名を入れれば全国の路線が全部検索できるようになっています。で、次の災害にどう備えるかということで、まず上の2つは、これは我々は今回システムを作る上で、心がけたことなんですけども、PC だけでなくて、携帯とかですね、いろんなデバイスで閲覧可能な、災害情報システムを構築しました。で、インターフェースはもう文字ばっかりなので、まず普通のブラウザだったら、どんなものでも閲覧できると思います。あともう一つは、今回、トピックが、東日本大震災ということなんですけども、それ以外の災害でもすぐ、対応できるようなシステムの構築というのを、心がけました。おそらく多分台風とか他の災害が起きても全く同じシステムで、同じような情報が提供できると思います。あともう一つなんですけども、今回せっかくシステムを作ったんですけども、それをやっぱりどう公開していくかというのが非常に重要で、特に普段からここに行けば情報があるという情報を周知するということが非常に重要だと思っています。でこれについては、その具体的な良い方法というのは思いついてないんですけども、例えば地方自治体が発信しているような防災メールなどにそういうシステムの URL などを記載してもらうなどの方法があるのではないかと思います。はい、以上で終わります。ですけど、これ今回はその提供されたデータでということなんですけど、実際災害時にはそのままリアルタイムでツイートを蓄積していくという形になっています。
災害時というよりは、一応想定しているのは、ツイートデータさえどんどんリアルタイムに流し込んでもらえれば、その移動に関する情報だけをどんどん引っこ抜いて、そこだけ蓄積していくという形でシステムを作ってますので、なんか災害用というよりは、むしろ普段から使えるような、例えば首都圏の移動情報みたいな形で、普段から使えるようなシステムにしておいた方が、いざという時も使えるようなと思っていて、そういう作りになっています。ありがとうございます。中川のデータを見ていまして、女川から栗原まで歩いて帰ったという、それは本当なんだろうかというのをですね、地元の人間からすると、80キロぐらいあるんじゃないかなと思って見てたんですけれども、例えばそういう書き間違いですとか、途中で載せられたとか、なんかそういう、本当でないというかあれですけど、ちょっと違った情報が、混ざることの危険性もあるんではないかなとちょっと聞いてみました。信憑性に関しては本当におっしゃる通りで、やっぱもう我々ができることとしては、とにかくなんか、嘘が混じってるかもしれないんですけど、関係ありそうなものをとりあえず全部見つけておくで、もうあとは現地の人に判断してもらうという形でやりようがないかな